怒る、怒らないの違いっていうのはね、脳科学的に言うと、怒るっていうのはこれはノーゴーシグナルって言われるもんなんですよ。つまりね、そっちの方には行っちゃいけないって、まあ、例えばこれ子供が危ないことしそうだからお母さんがそっち行っちゃいけませんって言って怒るっていうですね。で、ゴーシグナルっていうのは逆にこれをやりましょうとか、これをお勧めしますっていうのがゴーシグナルなんですね。ゴーとノーゴーっていうのが脳の中であると。それが前頭葉で受け止めていると。ですからね、このメリハリが大事なんですよ。怒ってばっかりいたらノーゴーばっかりでじゃあ自分の周りに壁ばっかりになっちゃうじゃないですか。怒るということはまあちょっとそれをまあほどほどにしてね、むしろこっちに行こうよとか、これが素晴らしいよねってゴーシグナルをたくさんあげた方が子供も社会人も育つというのが実は脳科学的な事実です。ですからね、怒る人がもしいたとしたら、その人にお願いしたいのは、怒るだけじゃなくて、じゃあどっちの方向に行くとすごいと思ってるんですかとか、何がいいと思ってるんですかって、そのメッセージをきちんと出すことだと思いますし、受け取る側にしても、じゃあ怒られて、あ、これはやっちゃいけないんだな、これはノーゴーなんだと。じゃあ逆に自分の中で、あるいはその怒ってくださった方に、ゴーはどっちなんだろうって、そこで探るっていう、自分の行く方向さえ分かってればね、人間っていうのはね、成長し続けることができるんで、ぜひ、ノーゴー、起こることによるノーゴーだけじゃなくて、ゴー、こっちへ行こうということを大切にする、そういう社会になっていけたらいいなと思います。意外と仕事ができる方っていうのは、ちょっとまあ、失言とかしちゃうことも多いっていう傾向があると思うんですね。これはなぜかというと、やっぱりまあ、言葉の突破力っていうのは、その行動における突破力ってことにもつながっていくし、いろんな人が普通考えることとは違うことを考えることができるっていう意味で、やっぱりまあ、世間の常識とか、まあ、価値観とか、そういうものと、外れてしまうこともあるんで、ただね、政治家の方っていうのはやっぱりそうは言っても、発言はやっぱり気をつけないといけないんで、ですから僕今の政治家に求められているのは、クリエイティブであっていいと思うんですけど、でもその言葉の使い方においてはあんまりクリエイティブであってはいけないっていうなんかね、そのバランスを取るのが難しいのかなと思うんです。これアーティストもそうですね。僕いろんなアーティストと話しますけど、やっぱりプライベートで話すと、本当にちょっと、まあ世間的に言うと炎上するようなことを考えてる方もいらっしゃるんですよ。で、作品にそれを反映させるのは、非常にいい結果になることも多いんですけど、その考えていることをストレートに言葉にして、例えばツイッターとかでつぶやいてしまうと、問題が起こることが多いと。ですからね、僕はクリエイターっていうのは、ちょっと二重基準っていうんですかね。作品の中に自分の思いを込める。一方で、発言する方は、ちょっと控えめにするっていうふうに心がけた方が、持続可能な、クリエイティブな生活ができるのかなと思います。うん、これはね、やっぱり人間関係っていうのは、時間の流れの中で、育むっていうのは当然一緒にいて、まあ、時間を共有しないと育めないんですね。それは愛情でも友情でも、一緒に何かプロジェクトでもそうで、ただ脳にとってとても大事な決断というのは、その誰かと何かを続けるっていうその持続可能性と同時に、やめるときはやめるっていうこのね、オンとオフで言うと、オフの決断っていうのもすごく大事なんですよ。で、その決断は逆に言うと一瞬でできないと困る。そこでダラダラしてると、やっぱり次の関係が築けないし、やっぱり脳ってやっぱりその隙間というかね、空間ができないと次のものが入ってこれないんですよ。だからね、まあ、よく言いますよね。信頼築くのは時間かかるんだけど、それを失うのは一瞬だってよく言いますけれども、それはなぜそうなってるかというよりも、それが生きるってことなんじゃないかなと。だから例えばそうだな、わかりやすい例で言うと、学校を卒業するって、卒業しちゃったらもうみんな会わないじゃない。学校にいる間はみんなで時間共有するけど、会わないよね。あれ寂しいことのようなんだけど、だからこそ次のステージに行けるわけじゃないですか。やっぱり人間関係っていうのは、そういうふうに時間をかけて信頼を築き上げて、そして別れるときは一瞬。これが寂しいようだけど、そこに生きることの真実があるんじゃないかなと僕は思います。恋愛をしている時の脳はどう違うのか。これは興味深いですね。実は人間の脳ってとにかく相手を警戒して目踏みするような回路が前頭葉にあるんですね。これをマキャベリ的知性の回路とも言うんですけど、なんかとにかくマキャベリというね、イタリアの政治思想家の名前を取って、なるべく自分に有利なように、ね、相手の荒探しをしたりするような回路があるんですが、恋愛をしている時にはですね、このマキャベリ的知性を司っている前頭葉の回路が
オフになるということが分かってるんですね。つまり恋した相手の欠点は脳は見ないことにしてしまうということが脳科学の研究の結果分かってるんですね。さらに面白いことにですね、お母さんが子供を見ていると、いわゆる子供の欠点とかそういうことも含めて丸ごと、いわゆるその母性愛というのも同じように前頭葉の相手を批判指摘的に見る回路がオフになっていることが分かっています。つまり愛というのは相手の欠点を含めて全部丸ごと受け入れちゃうということなんですね。愛って素晴らしいと思いませんか？でも逆に言うとね、悪い人に騙される可能性もあるということなんですよ。そのようなね、人間の真実も脳科学から見えてくるんですね。皆さん恋愛している時には、気をつけてくださいね。はいはい。能力があるのに自己肯定感が低い人がいるというのは、これは認知科学で注目されているダニング・クルーガー効果というのがあるんですね。で、これダニングさんとクルーガーさんが見つけたんですけど、実は能力があんまりない人の方が自信持ってると。で、どういうことかっていうとですね、これミュージシャンでもアーティストでもスポーツ選手でも、自分が目指すべき高みが分かってる人って、みんなが褒めるようなすごい能力を持ってたとしても、いや、まだ自分はできないんですよねっていう、それが分かってるんですよね。だからダニング・クルーガー効果によれば、むしろ能力が高い人の方が自己肯定感はそこまで高くないということが分かってるんです。ただしですよ、能力高い人っていうのは必ずしもその時々の自分の現状に満足はしてないんですけど、やっぱり次に行こうっていうか、自分の限界を乗り越えていこうという、そういう意味での自分の背中を押す自己肯定感はあるんですね。ですから、これでもう自分は大丈夫なんだ、満足なんだっていう自己肯定感ではなく、さらに次に行こうという、そういう、動きのある自己肯定感こそを持ってほしいなと思います。そうですね。子供の時代というのは一つのキーワードになっていくのかなと思うんですね。というのはその人間ってやっぱり一番生き生きとしてるのって子供時代じゃないですか。その時にいろんなことを学んだりするんだけど、今ね、子供時代に学ぶぐらいのスピードで大人も学ばないと、例えば、生成 AI みたいな新しい時代に、適応できない。あるいはこれから自動運転も来るでしょうし、ロボットもね、ついに Google などの研究で家庭内で使える家事ロボットができるんじゃないかっていう見通しも出てきたと。だからそういうね、新しいことに対応するのは、やっぱり子供でしょ。だって皆さん思い出してくださいよ。子供の時の1年間って、大人になったら20年とか30年に相当するぐらいの学びありませんでしたか？一時期ね、ドッグイヤーとかマウスイヤーって言葉が、流行りましたけども、これからはチャイルドイヤーかな。いかに子供の1年間に相当するような濃密な変化を大人のみんなも含めて共有するか。これからはチャイルドイヤーぐらいのスピードでいろんなことを学ぶと。そういう意味において僕、クリエイターにとってはですね、子供の時代が来るのかなと考えます。